ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているぜ。前回は釜山の地下鉄について解説していたよね。そうだな。今回はテグの地下鉄について解説するぜ。テグは韓国第3の都市で、都市圏人口は240万人。日本で例えると仙台以上札幌以下ぐらいの規模だ。テグは韓国南東部の内陸に位置し、KTX を利用すればソウルから約1時間45分、釜山から45分ほどで行くことができる。日本の各都市からの直行便もあるぜ。テグではどんな電車が走っているのかな？テグでは2つの事業者が都市鉄道を運行しており、合計4路線がある。この動画では全路線、全車両形式を紹介するぜ。まずはテグ交通公社の路線を見ていこう。テグの地下鉄には1、2、3号線の3路線があり、都心部で三角形を形成している。1号線はテグで一番の繁華街、トンソン野や KTX が発着するトンテグ駅などを通る、テグを代表する地下鉄路線だ。標準機、架線電化方式で、6両編成の電車で運行されている。最初に開業した区間はジンチョンチュンアンの間。1997年に運行を開始した。現在はソルアミョン国から平安まで、全長 37.1 キロの長大路線となっている。駅は35あるが快速運転は行われておらず、全線を乗り通すと67分かかる。さらに、大半が地下区間で、地上区間はテグハミビョンゴン、ハヤン間のみだぜ。長い地下鉄路線だね。テグ1号線は2003年に放火による火災で192人が犠牲となる大惨事が発生したことでも知られる。事件現場のチュンアンの駅には事件を風化させないための展示スペースがあるぜ。放火事件はテグの都心部で起きていたんだね。テグの地下鉄はこの事件をきっかけに駅の防災設備を充実させているぜ。1号線の使用車両は線形1形式のみだ。放火事件での2編成消失や路線延伸によって車両が不足するのかと思いきや、製造数が多かったため改良時以降増備は行われていない。線形は1997年の1号線に合わせて肝心重工用で36編成が製造された。全面形状は同時期に製造されたナプジャギと呼ばれるソウル1号線車両に似ている。ただ、車両の規格はソウルの地下鉄とは異なり、車両長は18メートルとやや小型だ。18メートル車だが片側4ドアなので、車両間の窓は小さいぜ。ステンレスの車体側面は205系とかにちょっと似てるけど、窓の形は独特だね。車内はこんな感じ。放火事件をきっかけに不燃化工事が行われている。座席のクッションは維持されているので、最近の韓国の地下鉄車両のプラスチックシートより快適だぜ。日本の通勤電車とよく似ているね。貫通路の上には行き先表示器があり、韓国語、英語、漢字で表示されるぜ。日本語や中国語ではなく、韓国語の漢字表記みたいだね。1号線は長らくの間完全な地下路線で線形の外観を拝む機会はほとんどなかったのだが、2024年12月にハヤンまで延伸し地上区間が誕生したことで、運行開始から27年後に撮影地が誕生したぜ。興味がある人はぜひ1号線地上区間まで足を伸ばしてみてね。次は2号線を見ていこう。繁華街のパヌオルダン駅で1号線と交差する東西軸の路線で、1号線と同じ、標準機架線電化方式の地下鉄だ。開業は2005年で、全長は 31.4 キロ。かなり長い路線だが、地上区間はごくわずかで、西側終点のムニャン駅周辺のみだ。撮影地は限られるんだね。ちなみに、ムニャン駅は韓国では非常に珍しい、昇降ロープ式ホームドアが設置されているぜ。韓国の地下鉄ではフルスクリーン式ホームドアは一般的だけど、ロープ式ホームドアは初めて見たね。2号線も車両は1形式しかない。使用車両の2000系は4ドア6両編成。ロテム製で、2004年に30編成が導入された。宇宙人っぽい顔の前面デザインは同時期に製造されたインチョン交通公社1号線の車両と非常によく似ているぜ。インチョン1号線車両には貫通扉があるけど、テグ2号線車両にはないみたいだね。そうだな。日本の感覚では30キロもの近く間がある路線で貫通扉がないというのは不自然に感じるが、韓国の法令では、トンネル断面が広く側面からの避難が可能な設計なら貫通扉は必ずしも必要ではないんだぜ。車内はこんな感じ。製造時から特に更新されていないようだ。ロングシートは座り心地の良いクッション付きだぜ。テグの地下鉄はソウルと違って座席にクッションが付いているのが嬉しいね。次は3号線を見ていこう。3号線は2015年に開業した韓国初のモノレール路線だ。韓国では様々なタイプの新交通システムが運営されているが、本格的な大量輸送モノレール路線はテグにしかない。3号線は日立製作所の日本小座式を採用しており、各種システムや車両は日立製だぜ。日本で走っているモノレールの兄弟なんだね。3号線はモノレールとしてはかなり長い路線で、総延長は24キロで駅は30もある。日本国内では最長のモノレール路線である大阪モノレール本線よりも長いぜ。都心部を横断して郊外まで伸びるモノレール路線なんだね。
3号線は完全な自動運転路線なので、車内から全面展望を楽しむことができるぜ。使用車両の3000系は3両編成のモノレール車両だ。28編成が運用されている。日立製作所の設計で、製造は主に韓国のウジン山電で行われた。車両設計は日本で走っている日立製モノレール車両とはかなり違っていて、流線形の形状や中央に配置された非常ドアが特徴的だ。スピード感があるデザインだね。車両は路線カラーの黄色で塗装されている。ただし、現職車両より広告ラッピング車両の方が多いぜ。車内はこんな感じ。ロングシートだが、運転席には前向きの席が設置されている。沿線のマンション住民のプライバシーに配慮し、側面の窓には瞬間曇りガラスが使用されているぜ。日本でも六甲ライナーの車両などについているね。最後に、改良したての近郊路線、テヨン線を見ていこう。韓国の国鉄コレールは都市間列車と通勤列車を独立した旅客サービスとして運営しており、通勤型電車を高頻度で運行する路線を電鉄と呼称する。長らくの間電鉄はソウル首都圏でしか運行されていなかったが、2016年にはプサン、ウルサン都市圏のトンヘ線が開業するなど、近年運行範囲が拡大している。そして、2024年、テグ都市圏でも電鉄線、テヨン線の運行が始まった。テヨン線は韓国を代表する幹線、キョンブ線上で運行され、グミ、テグ、キョン山を結ぶ。運行区間は 61.9 キロだ。結構長い路線なんだね。そうだな。60キロ以上の運行区間にもかかわらず8駅しかないので、駅間はかなり長いぜ。テヨン線の駅は既存の都市間列車用ホームの一部をかさ上げし、ホームドアや改札を設置することで設置されており、2両編成の電車が駅の一部を間借りしているような印象だ。キョンブ線では無群ファゴーなどの都市間列車も同じ線路を走っているので通勤電車を高頻度で運行することは難しく、1時間に1から3本と本数は少ないぜ。車両は可愛らしい2両編成だね。使用車両は交流単編成仕様の通勤型車両、39万2000系。ソウルやプサンでも同じ全面デザインの車両が走っている。ちなみに、短い両数の電車は韓国では珍しく、コレイルが2両編成の電車を運用するのは初めてだぜ。ここからはテグの都市鉄道の乗り方を解説するぜ。切符は日本と同じで駅の自動券売機で購入できる。テグ交通公社の切符はコイン型のトークンだ。運賃は全区間均一で1250ウォンだぜ。テグの地下鉄は30キロ以上の路線距離があるのに、終点まで乗っても1250ウォンとは、かなり安いね。もちろん、T マネーなどの IC カードも利用可能だ。駅やコンビニで購入チャージできるぜ。最後に、テグで運行開始予定の新路線を見ていこう。4号線はトンテグを経由しテグ市街地の北側に伸びる全長12キロの新路線だ。プサンキメ系電鉄のような小型車両による鉄輪式新交通で、2030年頃に開業予定だ。当初は3号線と同じモノレール路線として計画されていたが、鉄輪式に変更されたようだぜ。また、テヨン線についてもキムチョンなど各方面への延伸や新駅設置が計画されているぜ。将来的にプサンのトンヘ線などと接続すれば電鉄線を乗り継いでソウルからプサンまで移動できるようになるかもね。今回の動画はここまで。韓国初のモノレールや長大地下鉄路線、2両編成の近郊列車など、多様な企画の都市鉄道が走るテグ。興味が湧いた方はぜひ訪れてほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。